た1日でアライグマ入りましたね。皆さん、アライグマのお肉と聞いて味を想像できますでしょうか。ジビエなんで個体差はかなり大きいと思うんですけれども、この時期のこのエリアのアライグマのお肉は比較的美味しいと思っています。とはいえ調理法でかなり風味にばらつきが出ることが最近分かってきました。というのも、同じ個体のお肉でも焼いた場合と煮込んだ場合でその風味が全く異なるという経験をしたからです。ちなみにタヌキでもアライグマでも美味しく食べることができた調理法は、ホイル焼きにして 1,2 時間じっくり焼いたものです。肉の中心温度が100度まで上昇していましたが、硬くなることもなく、むしろ長時間焼くことでお肉がほぐれて柔らかくなっていたと思われます。その時に食べたアライグマの風味はラム肉に近い風味でとても美味しかったです。ところが先日同じアライグマのお肉を煮込んで食べたところ、獣臭がして飲み込むのが少し辛い感じになってしまいました。一体この違いがどこから来るのか、いろいろ考えたり調べたりしていたのですが、ある情報に行き着きました。それが窒素化合物と言われるお肉に含まれる臭い匂い成分です。この匂い成分を肉から追い出すか消してしまえば、臭みのないお肉にすることができるようです。そこで思い出したのがホイル焼きと煮込みの違いです。ホイル焼きの場合、肉汁が絶えずこぼれて揮発もしくは燃えていました。煮込みの場合、溶け出た肉汁はお湯の中に残るため、お肉に匂い成分が染みついてしまうとも考えられます。そのため茹でこぼして何度か煮込み直した結果、多少良くはなりましたが、それでもお肉を噛みしめると獣臭が口の中に広がりました。ホイル焼きで肉汁がどんどんこぼれていくのはなんとなくもったいないなと思ったんですけれども、どうやらそれが功を奏したのと、実は窒素化合物は高温調理で揮発するようです。高温調理をすることで新たに生まれてしまうお肉の匂いというのもあるそうなんですけれども、その匂いにも勝る臭い獣臭がなくなる炭にぶち込むスタイルのホイル焼きは偶然にして最高の調理方法だったようです。はい。で、やっと今回の企画なんですけれども、その匂い成分である窒素化合物を消してしまおうという企画です。実は僕は兼業農家で田んぼや畑仕事をすることがあるのですが、その仕事の中で得られた知識を応用します。米ぬかを作物の周りに巻くと、分解が進んだ時に窒素飢餓というものが起きて、作物の成長が一時的に止まってしまうことがあります。というのは、米ぬかが分解されていくと、米ぬか自体の窒素成分がどんどん減っていって、菌類が増殖するのに今度土壌中の窒素成分を求めるようになっていきます。窒素は作物の成長には欠かせないので、作物の成長が止まってしまうというわけです。つまりお察しの方もいると思うんですが、米ぬかでお肉を包んで熟成させることで、お肉の中の匂い成分である窒素化合物をこの米ぬかで発生した菌群に食べてもらおうという算段です。ということで早速ぶち込んでいくということで、アライグマのお肉が解凍できたんで穴を掘っていきます。よいしょ。はい、結構深い穴が掘れましたよ。穴の底に指をつけると肘のちょっと上ぐらいまでは入っています。できるだけ土壌中の余計な細菌とかには触れたくないんで、もみ殻を準備しました。ザザザーっと敷き詰めて、そこにこの米ぬかですね。実はこの米ぬか3日間くらい発酵させておきました。甘い香りが漂ってくるぐらいいい感じに発酵しています。いわゆる米ぬかぼかしですね。なんでこれをやるかというと、それをやっておかないと腐敗菌が先に優勢になって肉が腐ってしまう可能性があるので、米ぬかを先行して発酵させておきました。それでは米ぬかをザザザーっと入れて、ザザザザザーっと全体に敷いたら、アライグマのお肉を米ぬかで包みます。めちゃくちゃもう米ぬかが本当に甘い匂いを放っていていい感じです。本当に腐敗しないかどうかが一番心配なんですけど、やってみるしかないですね。よいしょ。もはや何が待ってるかわからないですね。ザザザーっといい感じで上からももみ殻を振りかけておきます。ザーッとこれで土壌中の変な微生物とか、汚れがつかないという感じですね。だったら土に埋めるなよって言われそうなんですけど、土に埋めることによって一定温度を保って米ぬかがいい感じに発酵してくれると思うんで、はい、それでは埋め戻します。うわ、不安だけど楽しみ。怖っ。もみ殻を入れたことによって間期発酵ではなくて後期発酵になるんじゃないかなと思うんで、それももみ殻を入れた一つの理由です。それでは1週間後にお会いしましょう。怖い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 。昨日の夜埋めたアライグマのお肉が骨だけになっちゃう夢を見ました。さすがにこの短期間では骨にはならないと思うんですけれども、腐敗だけは避けたいんで1週間待つつもりでしたが、丸3日経ったんで掘り出したいと思います。よいしょ。ちなみに今回これをやったのは、タヌキのお肉を美味しく食べる方法として存在するタヌキ肉を藁に包んで埋めることで、枯草菌、いわゆる納豆菌に窒素化合物を食べさせるという方法をオリジナル変換したものなんですが、前例がないのでめちゃくちゃ不安です。めちゃくちゃあったかい。米ぬか発酵してあったかくなってる。甘くていい香りが漂ってます。ただこの発酵の温度でアライグマの肉が変なことになってなきゃいいんですけど、とにかく今米ぬかは腐ってないです。すごくいい香りがしています。甘くて米ぬかのすごくいい香りです。
あ、出てきた。腐っているのか熟成されているのか。3、2、1、どうや。お肉全体がちょっとあったかい。それとね、めちゃくちゃ柔らかいです。うわ、匂いは米ぬかの甘い香りがするだけで特に腐敗してる感じは今のところないです。ただね、不安ですね、これを溶くまでは。なんとなく綺麗にはなりました。ちなみにタヌキのお肉を藁に包んでいる場合は1週間土に埋めた後、流水に数時間さらすそうです。はい、じゃあこんな感じで流水にしばらくさらしたいと思います。ということで流水にさらして2時間が経ちました。こんな感じですね。もうお肉がタルンタルンでタユンタユンです。ものすごい柔らかいです。匂いはどうかな。おお、これはすごいぞ。今ね、僕がどんな風に思ったかは実食をした時に喋りたいと思います。これはやばい。今回アライグマのお肉を茹でたら臭かったっていうことなんで、同じように茹でて味見をしてみたいと思います。アクは取っておきましょうね。はい、だいぶ煮立ってきたんですが、訳あって外に移動しました。いや、これ今ね、不思議なことが起きています。これ分かりますか皆さん。何が起きているか。お肉がパンパンに膨らんでます。でね、よーく見ると分かりますかね。お肉の中からガスが出てきてます。刺してみましょうか、ちょっと。プスッとな。お、刺すとそこからまた空気が上がってきますね。これは一体何を意味しているのか、非常に怖くなってきました。ほら、刺すとね、空気が出てきますよ。これは一体何が起きてるんだ。パンパンに膨らんでる。これ膨らみ始めてからお肉がもう浮いて出てきちゃうんですよね。約1時間煮込みました。どんな味になっているのか味見していきましょう。はい、いや、こんな感じです。見た目はね美味しそうなんですけど、茹でてる最中にこう膨らんできたのとか結構気になりますね。お肉はめちゃくちゃ柔らかくなってます。それではいただきたいと思います。いただきます。ダメだ。本当にめちゃくちゃ臭くなっちゃいました。っていうのも多分これ完全に腐敗してますね。腐ってます。っていうかね、流水の時からすでに臭い匂いが漂っていました。米ぬかがついている時は米ぬかの甘い匂いのおかげでわからなかったんですけど、米ぬかがね落ちるにつれてどんどん腐敗臭がしてきました。これ飲み込んじゃうと火が通ってるとはいえお腹を壊すと思うので今吐き出したんですけど、というかもう今ハエがたかってきてますね。いや、これはね、もう腐ったお肉ですね。ちょっともったいないことしたな。冒頭でかなり窒素化合物とかの説明をしたんですけど、全く意味がなかったですね。とは言っても、タヌキのお肉を藁に包んで、地面の中に1週間寝かせて、お肉に含まれる窒素化合物を枯草菌、いわゆる納豆菌に食べさせるっていう方法は確かにあるんですけど、オリジナル化した米ぬかにお肉を包んで熟成させるという方法は全くダメでしたね。米ぬかが発酵してかなり温度が上がっていたっていうことと、そもそもね、米ぬかに包むやり方っていうのが存在していないんで、チャレンジではあったんですけど失敗してしまいました。いや、これはダメだ。いや、ちょっともったいないことしてしまったんですけど、これをここに埋めてしっかり堆肥化されたら、ここの土をね野菜作り等に使っていこうと思います。じゃあね、これをしっかり埋めて混ぜ込んで堆肥化して活用したいと思います。バイバイ。